もしあなたが一生懸命描いたイラストを AI が一瞬で、しかもそっくりに生み出してしまったら、考えただけでもちょっとゾッとしますよね。今回はそんな生成 AI と著作権の今をどこよりも分かりやすく、そして深く掘り下げていこうと思います。 AI で作ったそのイラストを SNS に投稿した瞬間、実は知らないうちに誰かの権利を侵害してしまっているなんてことがあるかもしれません。今回はですね、そういった法律の落とし穴をうまく避けて AI を賢く使いこなすための知識を一緒に学んでいきましょう。はい、今日の流れはこんな感じです。まず基本のルールをしっかり押さえて、次に世界で今まさに起きているリアルな事件を見ていきます。そして各国の対応から未来を読み解いて、最後にじゃあ私たち一人一人はどうすればいいのという話をします。さあ、知の旅に出かけましょう。さて、この複雑な問題を解き明かす鍵はたった2つです。 AI が持つ2つの顔と著作権の大原則。この2つを最初に理解することがめちゃくちゃ大事なんです。まずはここからじっくり見ていきましょうか。 AI と著作権を考える上で、これ一番大事なポイントなんですけど、学習と生成、この2つのフェーズをはっきりと分けて考える必要があります。つまり AI がインターネットからいろんな情報を学ぶこと自体が問題なのか、それとも AI が私たちの指示で何かを作り出す、その結果が問題なのか。実はこれ論点が全く違うんですよね。そもそも AI がどれだけの情報を食べて学習しているか、皆さん想像できますか？例えばですね、多くの画像生成 AI が使っているライオン 5B っていうデータセットがあるんですけど、これにはなんと58億もの画像とテキストのペアが含まれているんです。58億ですよ。もう天文学的な数字でちょっと想像もつかない量ですよね。で、本当の問題はここからです。この58億のデータの中に、私たちのブログの写真とか大好きなイラストレーターさんの作品が何の許可もなく含まれている可能性が大いにあるということなんです。これが今 AI 開発の根幹を揺るがす、まさに大論争の火種になっているわけです。さて、ここで著作権について一つだけ、これだけは覚えてほしいという大原則があります。それは、アイデアは保護されないけど、表現は保護されるということです。どういうことかというと、例えばジブリ風の絵っていうアイデア自体は、誰でも自由に描いて OK なんです。でも、トトロのキャラクターそのものをそっくりに描いたら、それは具体的な表現のコピーなので、アウト。この違いがめちゃくちゃ重要です。じゃあ具体的に何をやったら著作権侵害になるのって話ですが、法律上の条件はシンプルに2つです。1つ目が依拠性、つまり元の作品を参考にしたかどうか。そして2つ目が類似性、出来上がったものが元の作品の具体的な表現とそっくりかどうか。この両方が揃って初めて侵害ですと判断されるわけですね。ここが AI ならではのちょっと怖いところなんです。日本の文化庁は AI の学習データに元ネタが入っていたら、それはもう参考にしたってみなしますよという考え方を示しているんです。これどういうことかというと、 AI が作ったものが誰かの作品にたまたま似てしまった場合、その AI は元ネタを学習してるはずだと推定されて、 AI を使った側がいやいや参考にしてませんからって証明しないといけなくなる可能性があるということなんです。さて、基本原則が分かったところで、ここからは実践編です。これらのルールが現実の世界でどう判断されるのか、世間を騒がせた3つの具体的なケースを一緒に見ていきましょう。取り上げるのは世界的に有名なキャラクターの問題から最新の動画生成 AI の話、そしてニュース記事の要約をめぐる争いまで。これらの事例は AI と著作権の問題がいかに多岐にわたるかをはっきりと見せてくれます。オープン AI の動画生成 AI 空2をめぐる騒動は非常に象徴的でした。なぜかハリウッドのキャラクターは出てこないのに、日本の有名なアニメキャラは簡単に出てきちゃう。これって開発企業が著作権に世界一厳しいディズニーなんかを恐れて意図的にデータを避けたんじゃないか。その一方で日本の作品は無断で使われているんじゃないのっていう大きな疑惑を生んだんですよね。この対立って突き詰めると、勝手に使わないで派と嫌なら言ってよ派の戦いなんです。クリエイター側は当然使う前に許可を取るオプトインが当たり前だと主張します。でも AI 企業側としては、嫌な人だけが拒否すればいいでしょというオプトアウトで進めたい。この根本的な思想の違いが問題をより一層複雑にしているんです。
3つ目のケースは最新の AI 検索が引き起こした問題です。ラグと呼ばれる技術が日本の大手新聞社と AI 企業の間の法廷闘争のまさに中心になっています。ラグって何って思いますよね。わかりやすく例えるなら AI が持ち込み可のテストを受けるようなものです。事前に暗記した知識だけに頼るんじゃなくて、その場で最新の教科書、つまりインターネットをカンニングしながら回答を作る。だからより正確で新しい情報を提供できるというわけなんです。では、世界はこの問題にどう立ち向かっているんでしょうか。実はですね、国や地域によってルールは全然違います。それぞれの戦略とか思惑が今まさにぶつかり合っている状態なんです。各国の対応はまさに三者三様ですね。AI 産業で世界をリードしたい日本は、開発者にかなり有利な機械学習パラダイスなんて呼ばれる状況を作りました。一方で、個人の権利をすごく大事にする EU は厳しいルールで AI を縛ろうとしています。そして巨大 IT 企業とクリエイターがひしめくアメリカは、今まさに法廷で殴り合いの真っ最中という感じです。アメリカの裁判で最大の争点になっているのが、この変容的利用っていうちょっと魔法みたいな言葉です。AI 企業はこう主張するんです。私たちはゴッホの絵をコピーしてるんじゃない。絵から画風っていうパターンを学んで、全く新しいものを生み出すために使っているんだ。これは元の作品を変容させた合法的な利用なんだと。この主張が認められるかどうかで AI の未来は本当に大きく変わってきます。さあ、いよいよ最終章です。ルールがまだ定まらない今、じゃあ私たち一人一人には一体何ができるのか。具体的なアクションについて一緒に考えていきましょう。では、私たちは今具体的に何ができるんでしょうか。まずクリエイター側には AI の学習を拒否する意思を示すロボット .text とか、 AI に偽の情報を学習させて混乱させるデータ汚染といったいわば防御策があります。一方、私たち利用者側も安易に有名作家の名前をプロンプトに使わないとか、 AI の生成物はあくまで下書きとかアイデア出しとして使うといった賢い工夫が求められています。もちろん個人の努力だけでは限界がありますよね。長期的に目指すべきはこの3本足の椅子のようなバランスの取れた状態です。法律で最低限のルールをしっかり決めて、技術で見分けがつくようにして、そしてビジネスの計略でクリエイターにお金がちゃんと回る仕組みを作る。この3つが揃って初めて安定した共存が可能になるんだと思います。ここで一番重要なのは、この混乱の中から新しい秩序が生まれつつあるということです。それは AI が何を学習したのかを透明化すること、問題が起きた時の責任の所在をはっきりさせること、そしてクリエイターに適正な対価が支払われる新しい契約モデルを作ること、対立から協調へ、私たちは今まさにその入り口に立っているんです。結論です。AI を単なる便利な道具として何も考えずに使うのでもなく、未知の脅威としてただ怖がって避けるのでもなく、私たち一人一人が意識的に関わっていくことが何より重要です。それはプロンプトに自分の哲学を込めて、生み出されたものに責任を持って、そして最後に必ずあなたにしかできない人間的な味を加えるということです。 AI イラスト投稿して大丈夫？この最初の問いへの最終的な答えはイエスでもノーでもありません。本当の答えは、あなたがその生成物にどれだけ意識的に関与して独自の価値を加えられたかにかかっているんだと思います。リスクを理解してツールを使いこなして、そしてあなた自身の創造性を加えること、それができたとき、あなたは新しい時代の真のクリエイターになるんです。